自分を裏切っていませんか？ 2026 年5月2日、さそり座満月、このテーマでのお話をしていきます。こんにちは、ゆうかです。はい、今回の満月はさそり座で、しかも8ハウスなんですね。で8ハウスっていうのは、さそり座が対応しているハウスなんですけど、自分でも気がついてない深い感情や人との関わりの中で生まれる執着とか依存とか手放せないテーマについて光が当たる場所なんですね。そうここに来てさ、そのさそり座で8ハウスっていうのが、さそり座のお部屋なわけであって、でそこで11度っていう角度なんですよね。でこの11度、サビアンだと12度とかになるわけなんですけど、それが本当に今までだったら無自覚っていうのかな、分かれば直すじゃない、私たちもさ、そうはっきりとそれが自分にとってネガティブだったりダメだって思ってることだったら、もちろん直しますよね。分かんないけどね、怠惰になっちゃって直さないとかもあるかもしれないけど、直すじゃない、やれることだったらさ。だけどさ、このあまりにもそうだって思い込みすぎちゃってて、なんかそれが自分でも思い込みって分からなかったりするわけ。分からないぐらいもう自分として同化しちゃってるようなことっていうか、そういうのがその11とか11度とか12度でちょっと客観性が出てくるわけよ。あれってこれって私の思い込みだったのかなみたいな風に思って、でそれがあれ思い込みだったんだったらこれを手放せるかもみたいな、そういうことが浮き彫りになっていくわけですよね。で例えばその私って愛されないんだよねとか、愛されてるって思う方がさ、難しくない人もいると思いますよ。なんか今の現代の子供とかさ、すごく愛されてきてるからさ、ご両親に。だから自分って愛されてるなって思うのって簡単かもしれないけど、例えばその私とかはさ、もう年を取ってるから、やっぱり両親とかの関係性とか先生とか友達とかっていうと、やっぱ競争社会とかで育ってきてたし、だから愛されてるって思うのって結構難しかったりするようなことだと思うんだけど、でそれでも当たり前じゃない。もう愛されないのなんて当たり前で、もう自分が輝いたら嫉妬されるなんて当たり前じゃないみたいな、なんていうのかな、そういうちょっとした前提みたいなのがあるっていうか、まさか自分が愛されて応援されるっていう設定になってないっていうの、もともとそういうのをあまりにも信じちゃってて、もう人生は厳しいものである。で自分なんてもう注目っていうか愛されなくて当たり前なんだから、それなりに厳しい風を受けて努力しなければダメなんだっていうこととか、自分がやってることなんてもう喜んでもらえないんだからとか、なんていうのかな、それで謙虚なようだけど、もうものすごい思い込みだったりするかもしれないじゃん。本当はめちゃくちゃ愛されてるのかもしれないし、応援されてるのかもしれないじゃない。だからあまりにも当然すぎちゃってそれに気づかないとか、例えばさ、散々今年2026年とか2025年後半とか、もう自分軸の時代ですよっていうことを言ってきて、でもう当然自分軸ですよって思ってる人とかも多いと思うんだけど、でもさ、やっぱりこの人に気を使うってことをすっ
ごく刷り込まれてきてたり、自分がどれだけできる人間なのかっていうのをやっぱり PR するように育てられてきてたりするから、自分で好きでやってると思ってるんだけど、明らかにもう頑張りすぎとか努力しすぎだったり、自分をこう PR っていうかなするために他人軸っていうかな、他人にとって自分がいいように見えるためにそれをやってきたんだとか。でもそういうのもさ分かんなくないですか？なんかもう当たり前じゃん、頑張るのが当たり前でしょ。まあ人によく見せるのは当たり前じゃないって思わないですか？だからそういうのってさ、すっごくこう当たり前すぎちゃって、まさか自分がその闇のサイドの潜在意識だってわからないようなことが出てくるっていうのかな。本当に深い。例えば顔がさ好きじゃない、私の容姿が好きじゃないっていう、もう好きじゃないなんて当たり前なんだから、メイク頑張りますとかさ。でもなんで好きじゃないのっていうさ、私たちってやっぱり自然のものだからさ、なんて言うんだろうな、いい悪いっていうのは本当はないはずじゃない。やっぱりその雑誌とかで均等な、目鼻立ち、そのルッキシズムっていうのがいいって、言われてきちゃってるから、それがいいって思い込んでるだけであって、別になんていうのかな、どんな歯が例えば出てますとか、そのちょっと鼻が小さいですとかも、可愛いって言えば可愛いじゃない。別にこう平たい顔ですとかさ、目が細いとかさ、もう可愛いって言えば可愛いじゃない。だけどもう絶対自分はブサイクなんだからっていう、すごく思い込みがあるとかさ、太ってたら絶対ダメなんだとかさ、なんかもう当たり前すぎちゃって、そのことがさ、まさか自分がネガティブだとは思い込んでないみたいな、そういうことが結構出てくるような満月なんですね。で、私今回っていうか、大体さ収録をさ10日前とか1週間前ぐらいにこれをしてるんだけど、なんかこう当日になるとまたさ、この満月ってこういうことだったんだっていう、なんかすごい革新的なことが出てくるんですよ。だからとりあえず私は今こういうことですよっていう情報で喋っているけれども、皆さんも結構ご自分で、5月2日とか1日ぐらいにこういう情報を聞いたけれども全くちょっと違う感覚のようなことが出てくる可能性もあって、だからちょっと私の言葉だけにこうとらわれないでほしいんだけれども、でもとりあえずその潜在的なものがもう出てくるような満月ではあるんですね。そして対応している太陽が牡牛座なんですよ。で、牡牛座だからもう、肉体的なものなんだけど、だから結構体に出てくるっていうか、もう本当に疲れちゃうとか、なんかちょっとちょこちょこ病気しちゃうとか、なんか例えばアレルギーが出てきてしまうとか、アトピーとか、なんかすごくこう疲労が蓄積されて、どうしてもこう眠気がすごくなるとか、なんかもう腰痛がすごくなるとか、そういうふうにこう肉体的なものにこうサインが出てくる可能性もあって、だからどこが痛いのかなとか、何がどこに出てきたのかなって必ず、なんて言うんでしょうね、そのスピリチュアルな意味って言ったら対応先があるっていうか、例えば肩だったら背負いすぎですよとか、腰だったらもう怒りを溜め込みすぎですよとか、いろいろそういう対応しているものとかがあったりするので、もしこう体が痛くなったら、今ねいろいろ Google とか AI とかでもそういうの調べられるんで、そういうんで体がここが痛くなったとか、そういうのも調べていただくといいかな、参考になるかなって思います。
そしてヤギ座が1ハウスにすごく集中しているんだけれども、やっぱりこう手放せないものの奥には、本当はこうしたいとか本当はこうありたいっていう、まだ叶えられてない願いが隠れていることがすごく多いんですよね。でこの執着の奥に私は何を望んでいたんだろうっていう、見つめるっていうかさ、きっと潜在的に、例えば最初に言ったさ、私は愛されてるんだっていうことがじゃあ本当に分かりましたって思ったらさ、だいぶ無敵ですよ。無敵って言ったらあれだけど、だいぶ自分に自信がある状態になるじゃないですか。で自分に自信があったらさ、もちろんやりたいことが出てきますよね。今まで自信がなかったからやらなかったこととかも多いと思うんですよ、人って。でも私って愛されてるんだとかそういうことが分かっただけでも勝手にもうさ、やりたいことって出てくると思いません？やっぱり自信がないから私なんてって思うからできないのであって、こう出てくるわけなんですよ。だから無理やりこう見つめ直すっていうよりも勝手にもうそれは出てくるし、あと今ってもうどんどん現実化の時代になってきちゃってるので、それはもう出てきたら現実化、出てきたら現実化で、前回どこでしたっけ、春分とかでしたっけ、もう本当にそれが仕事になっていったりだとか、もうお金になっていったりだとか、すっごいこうグラウンディングしてくるような流れっていうのが来てるから、こう今私が潜在意識の浄化って言ってるけど、でもこうそれが本当にこう解決することで本当にこう現実が動いてくるっていうのと同時進行のやっぱり満月なんですよね。だから私もよく言うけど、このスピリチュアリティっていうか、こういうエネルギー的なものをただ幻想で終わらせない、本当にそう思うんだったらその現実をそう動かしていくっていう、そういうところまでね来ているっていうことですね。はい、ではありがとうございました。今ですね、12星座の落とし穴シリーズっていうのをちょっとわかんないけど思いつきで作り始めまして、で今ちょうど風の星座だけ、双子座と天秤座と水亀座だけ配信したんですけれども、こちらは、太陽星座だけじゃなくても太陽とか月とか違う星座にあってもこうちょっと対応していったり、あと身近な人ですよね、の癖っていうのももしかしたら分かりやすかったりするかもしれないので、ぜひ自分の太陽星座だけじゃなくていろんな他の星座でもこれってこういうことだったんだっていうのが分かるようなヒントとかも話してますので、ぜひ12星座をねみんな見ていただけたら嬉しいなと思います。あとお知らせなんですけれども、5月の後半から6月いっぱいまで日本に帰国するので個人セッションを行います。あと6月21日に高尾でイベントが決まっておりますので、詳細はこれから発表になります。個人セッションの方はとっても人気がありまして、今現在5月がもう結構埋まっちゃってる状態になってますので、もし本当に受けたいって思う方はお早めに、こちらは概要欄の方にお知らせを出しておきます。ではよろしくお願いします。ゆうかでした。